RC25。はい。こんにちは、ドスログです。よろしくお願いします。スペシャルゲストのヨードさん、やってまいりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ウェルドのヨードです。はい、これから新コーナーとしてね、月間オーバードーズっていうのをこれからやっていこうかなと。だから月に1回来なくちゃいけない。そういうことですね。はい。何かを語ってもらうっていうね。はい。で、オーバードーズはちょっとうち少ないですけど、アドバイスをしてもらおうかなと思って。そうですね。いや、そういうね、草の根活動じゃないですけど、そういうところが徐々にね、地盤を固めていくというか。そうですよね。まあちょっとなかなか遠くてね、来る機会もないと思うんですけどね。まあ月間になるかどうかわかんないですけど。まあちょっとまめにね来たいと思いますんで。そうですよね。昔はよく来てたんですけどね。もう今は近くにね、いいコースがいっぱいできたっていうのがあるんで。いっぱいできたんでね、昔は本当に少なかったので、すごくこう貴重なサーキットさんだったんですけどね。だってもう東三河と浜松方面っていうのはパンパンパンってできましたもんね。そうですね。あそこに一気に3つ？そうですね。4つか。だって豊川にタムタムデイズ。で浜松行きゃイロハにネクサスカスケード、ショートカットもありますね。を入れればあの辺に6軒あるってことですね。そうですね。すごいよね。激戦区ですよね。激戦区。やばいですよね。やばいですね。やばいですよね。まあイロハさんなんかはね、僕まあ仕事場も近いし、家からも近いんで、すぐですか。まあすぐなんで、まあ行きやすいっていうのもあるんですけど。なるほどね。っていうことでね、始まりました月間オーバードーズ。はい。よろしくお願いします。今回何をしていくかっていうと、そのオーバードーズの魅力を深掘りしていきたいなっていうふうに思って、で、いつも部品とかをさらっとは紹介するんですけども、それのもう少し深いところまで突っ込んでね、ヨードさんに説明してもらおうと。突っ込んで僕が質問するんじゃなくて、突っ込んでヨードさんに説明してもらうんですからね。勝手に喋るって感じですね。そうなんですよ。わかりました。はい。でね、そうするとね、新しい新製品とかのね、ここがこうなってるんだよっていうのが伝わっていくといいのかなっていうふうにちょっと思っております。そうですね。はい。じゃあね、今日も早速新製品をね、ちょっと紹介の方していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新商品どれからいきましょうか。はい。じゃあ今やってるのがフロントを今ねいろいろやってるんですけど、ナックルからいきましょうか。はい。で今これは従来のアジャスタブルアルミナックルがついてるんですけど、まあいろいろセッティングができてしまうので、まあ難しいといえば難しいんですよね。でそれをより簡単にこうノーマルにポン付けして、こうすごくこうなんだろういいところへ行けるような設定にしたナックルがあるので、それがこの、ES ナックルっていう。ES ナックル。はい。ES っていうのは、要は Easy セットアップの略なんですけど、それで ES っていうんですか。そうですね。まあ簡単に、まあポン付けするだけで簡単にいいところのセッティングが出ますよっていう商品ですね。はい。これがまあ見ての通り、まあまあコンパクトな。めちゃくちゃちっちゃいですよねこれ。そうですね。でガルムのノーマルのナックルっていうのが、キングピンアングルが5度、でトレールが 1.5 ミリ入ってるっていう数字になってるんですけど、でまあ路面とかねまあドライバーさんの好みにもよると思うんですけど、まあ若干フロントが強い、よく効く感じなんですね。それがまあ難しくなってしまうという人もいたので、この ES ナックルは、キングピンアングルが、1度。ほんとちょっとだけですね。ほんの少しですね。でトレールも、これはトレールが0になってます。ノーマルにポン付けしてもらえれば、なんだろう加工もいらない範囲で切れ角もしっかり取れるし、まあ割とイージーな車に仕上がるようになってます。なるほど。でなんせ軽いので、フロント周りのバネ下がだいぶ軽く仕上げられると思うんですよね。そんな軽いんですか。そうですね。まあノーマルとほぼほぼ変わらないぐらい、ノーマルよりさらにコンパクトにはなってるんですけど。めちゃくちゃちっちゃいですもんね。そうですね。まあ小さいのも、まあうちのナックルみんなそうなんですけど、まあベアリングが850のベアリングで、まあ5パイのベアリングの中では一番ちっちゃいベアリングを使っているのと、あとはこれ単品なんですけど、まあ上下でこのキングピンボールがつく
ところが長さが違うんですね。はい、で上側がノーマルと同じ寸法になっています。はい、で下側が少し短くなってるんですね。はい、でこれで下側のボールスタッドの位置をこう少しなんだろうアクスルに近づけられるようにしてあります。でこれによってその、最初はねスペーサーを入れてノーマルの位置で使ってもらって、でそこから少しこうセッティングをしていきたいとか、もう少し調整したいなっていう時に、そのスペーサーの厚さを変えてみるとか、そういうので最小限のねセッティングができるようにはしてあります。フロントの入り具合とかね。そうですね、ロールセンターとの絡みだったりとか、その辺で、多少の調整ができるようにはしてありますね。でこのナックル、数字で見ると、結構そのキングピンアングルも1度だし、トレイルもないし、割と弱めというか、それほどこう積極的にフロントを使う感じではないんですけど、適度にこうルーズさというか、そういうのがあるので、ノーマルのガルムだと、ちょっとそのシビアなステアリングとかね、ちょっと繊細な運転をしないといけない部分があったりはしたんですけど、その辺がすごくこうマイルドになってるので、ガルムをやっててちょっと自分にはピーキーかなっていう人とか、もうちょっとイージーに運転したいなっていう人にはすごくいいナックルだと思います。